どうもこんにちは、川勝の健です。今日はナンバーズコレクションのすくい縫いをやっていきます。バファローズエプロンです。これなんで今外でやってるかと言いますと、まずちょっと糸を作ります。すくい縫いの糸、普段は、タイガー糸っていうポリエステルの糸を使ってます。それはなぜかというと、ハンドソーンウェルトでそのすくい縫いの糸が見えないから、強度のあるポリエステルの糸を使ってるんですけど、今回この靴ちょっとノルベジェーゼでいきたいと思ってますので、すくい縫いの糸がデザインとしてがっつり見えてくるというわけで糸作りからやっていきます。ハンドソンウェルトのようにウェルトをつけずにアッパーに直にすくい縫いの糸を出していく、そして中底とアッパーをねこうつなぎ止めていくやり方なので、今ちょっとここに目印つけてます。これがノルベジェーゼで縫っていくすくい縫いの穴です。これが糸ですね。これはブロッケンリンガーンっていうスウェーデンの糸なんですけど、これ使っていきます。麻糸です。ノルベジェーゼ製法で太く糸を見せて存在感のあるものにしていきたいですね。というわけでこの糸10本使います。今これ端子といってこの細い糸なんですけど、これを10本より合わせて太くして使います。それはもちろんデザインもそうなんですけど、強度っていうところにも大きく影響してきますので、10本使ってチャンを縫って、そしてよりをかけて糸を作っていきます。12345 6 7 10本。これが今糸を10本取ったところです。そして今これを柱に結びつけました。これ松ヤニです。チャンですね。これをこの糸に塗り込んでいきます。これ腕が疲れるんですよね。今こんな感じで松ヤニが塗れました。ちょっと黄色くなって糸がまとまってます。そして寄ります。でこれを布で拭き伸ばしですね。余分についている松ヤニを取りながら、布との摩擦熱でチャンを溶かしてより糸に染み込みを良くする。そして蜜蝋を塗ります。できた糸がこれです。糸先には松ヤニつけてないんですけど、もともとこんな感じですね。ここから松ヤニをつけて寄ってってやっていくと、こんな感じに少しこう松ヤニの黄色い色がついて、そして引き締まった見た目になります。この作った糸の糸先を先端にかけて細くなるように加工しました。でこれをこのワイヤーの針につけます。
で今回さっき作った糸、すくい縫いの糸の他に飾り糸を1本使います。同じより方、10本取って寄ってチャン塗ってってやった糸をこのすくい糸に絡めながら縫っていきます。通常やるすくい縫いの場合、ハンドソンウェルトの場合は中底にあらかじめ穴を開けてます。でもこのノルベジェ製法の場合、この外側に糸が見えてきちゃうので、その外側の見えてくる糸のピッチ、間隔をぴったり合わせたいんですよね。そのためにはちょっと先に中底に穴開けちゃっておくと、外のこの縫い目が揃いにくいので、中底に下穴は開けずに、このすくい縫いの本番でアッパーと中底を含めて全部穴開けてます。このノルベジェーゼの何が大変かというと、こうやって飾り糸を使っていくと糸がたくさんあってわけわかんなくなっちゃうっていうのもあるんですけど、何より糸が太すぎて糸を通すのが本当大変です。だからこのすくい針も普段よりもちょっと深めに刺して、でちょっとグリグリやって、で穴を広げてます。そうしないとこの10本よりの糸が全然通らないです。しかもこの糸にはしっかり松ヤニが塗ってあって、で松ヤニは接着剤的な効果もあってすごい滑りが悪いんですよね。逆にあんまり滑りが良すぎない方がこの糸密着度が良くて強度が出るのでいいんですけど、だからそれもあってすんごい糸引きづらいんですよね。なのでノルベジェ製法はウェルトがない分楽かと思いきや力も使うし手間もかかる。時間が普通のすくい縫いの 1.5 倍か2倍ぐらいかかる気がします。まず中底側からすくい針を入れて目標の目印の位置にぴったり出します。そして両側から針を入れます。通常のハンドウェルトの時と違ってちょっと糸の順番変えてます。でこれが飾り糸です。この飾り糸をこの外側の糸を締め切る前にこの輪っかに通して外側を締めて、そして飾り糸も引きます。今回飾り糸は1本でこううねうねヘビのようにジグザグに絡めていく方法でやってます。ここのモカ縫いはチェーンステッチやってるんですけど、このチェーンステッチは飾り糸2本使って両側からこうジグザグにいくとこういうチェーンステッチの見た目になって、今やってるノルベジェーゼは片側だけジグザグいくので、こんな感じでちょっとなんだろうな、波打つような縫い目になっていきます。
これで最後の縫い目です。この飾り糸はこの靴の中に入れちゃいます。そして最後のこのすくいの糸も外側を内側に入れて、よし、これで終了です。そしたらノルベジェーゼはこのアッパーをこう返してそれをベルト代わりにして使うので、アッパーを剥がします。今回シングルノルベジェーゼといってかかと周り縫ってないですね。ハンドソンベルトの時と同じようにシングルベルト、ダブルベルトっていうと、このかかとから前部分だけを縫うのをシングルっていうので、今回シングルです。シングルノルベジェーゼ。ノルベジェーゼの部分はこのかかとまでなので、アッパーをここで切ります。そして前部分を返してかかとの部分はこのままですね。このアッパーを返してライニングは不要なので、この余っている部分はカットします。ということでスクリーンが終わりました。この飾り糸を使う、ノルベジェーゼ製法、ノルウェージャンウェルツ製法でいつも思うのが、縫い始め飾り糸絡めていくじゃないですか。これ本当に大丈夫かな、綺麗に仕上がるのかなって不安に思うんですよね。でもこう縫っていってどんどん縫い目が増えていって、この均一に並んでいくと、この全体で見るとすごくね、規則正しくて綺麗だなっていう仕上がりになるんですよね。で今回も同じようにかなり面白い綺麗な仕上がりになりました。パッと見糸がこううねうねこう縫ってあるかのように見えますが、縫ってあるもの自体は直線で縫ってあって、そこに糸が絡めてあるのでこういった見た目になっています。今回このノルベージュ製法どういった装飾をつけるか悩みまして、全く装飾なしか、チェーンステッチか、それからこうやってギザギザか、または他のことをやるか、いろいろ悩んだんですけど、今回はちょっとこんな感じでやってみました。このモカの糸を合わせてみると、一番上が普通の縫いですよね。次がチェーンステッチ、その次がジグザグ縫いという感じで、また出し縫いどうしようかなっていう悩みが出てきますけど、この靴を眺めながらどうしようか考えたいと思います。ということで、ナンバー16のノルベージ製法のすくい縫いでした。それでは。